皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート9です。左肩との戦い。世界一の裏で続いていた、卓球の物語。前回は、北京から世界一へ駆け上がった飛躍期を、結果ではなく、素顔と絆で見てきました。今回は、その華やかな物語の裏で、長く三浦璃来選手を苦しめたテーマ、左肩との戦いを取り上げます。北京で小躍りし、世界一の後には、ガリガリ君と、ハーゲンダッツで笑わせた。そんな明るい飛躍の時間の裏で、三浦選手の左肩は、何度も悲鳴を上げていました。三浦璃来選手を語るとき、この賞は外せません。なぜなら、彼女の強さは、勝ったことだけではなく、何度も壊れかけた体と心を何度も立て直してきたところにあるからです。2022年の卓球。2024年、世界選手権での最ア卓球。2024、25シーズンのグランプリファイナルでも経験したア卓球。そして2025年、全日本選手権演技直前の6分間練習で、再び左肩を脱臼。普通なら、恐怖が残ってもおかしくありません。むしろ、戻れなくなっても不思議ではない。それでも三浦選手は、戻ってきました。しかも、以前より強く、人生で今が一番、肩が強いまで至った再起。それでは、お好きな飲み物でも片手に、8分間の物語、ゆったりとご覧ください。2番、三浦璃来、木原龍一組。第1章。最初の大きな衝撃。2022年夏の左肩脱臼。最初の大きな出来事は、2022年7月のアイスショーでした。演技中の転倒で、左肩を脱臼。その後の診断で、約2ヶ月間は、技の練習ができない状態になったと報じられています。世界と戦っていく上で、2ヶ月の制限は非常に重いです。特にペア競技では、一つ一つの技を相手と合わせながら、確認していく必要があります。その時間を失うことは、単に遅れるというだけではなく、感覚そのものを狂わせかねません。それでも三浦選手は、この時点で投げ出しませんでした。通院を続け、リハビリを重ね、できることを一つずつ積み上げていく。華やかな舞台の裏で、実はこういう地味で苦しい時間を耐えていたのです。第2章。世界選手権の直前に、また肩が外れる。2024年の世界選手権では、さらに苦しい出来事が起こります。フリー当日の6分間練習中、スロールッツで転倒し、左肩を再びア脱臼。その後のスターズオンアイスも降板となりました。ここで辛いのは、ただ痛いだけではないことです。また同じ場所か、という現実が選手の心を削っていく。一度でも怖いのに、それが2度、3度と続く。しかもペアは、肩を使わずには成立しない種目でもあります。三浦璃来選手の凄さは、ここで必要以上に悲劇の人にならないところです。苦しいはずなのに、前を見る。現実を受け止めながらも、次のシーズンへ視線を向ける。その姿勢が、彼女らしい強さだと思います。第3章。積み重なる経験が逆に武器になっていった。そして、ミラノオリンピックの直前。2025年の12月の全日本選手権でも、三浦選手は演技直前の6分間練習で左肩を脱臼します。普通なら、その時点で演技は不可能に思えるような状況でした。実際、リンクサイドで肩を戻してもらってから本番に向かったという異常な状況でした。バックヤードでの三浦選手はかなり不安そうな表情を見せていました。もし演技中に肩が外れたら、どこを押せばいい？自分で直すから。そう確認するほど、状況は切迫していたんです。渡辺トレーナーは、こう言います。ここがあって、こっちに。不安げな三浦選手に、木原選手は
滑走直前まで声をかけ続けました。絶対に大丈夫だから、そんな顔しない。強い顔して、怪我することにフォーカスしない。できることにフォーカスしよう。それだけのことをやってきた。自信持っていこう。俺が絶対コントロールする。絶対できる。絶対肩は外れない。この言葉があったからこそ、三浦選手はあの大一番のリンクへ迎えたのかもしれません。そして、彼女は滑りました。しかも気持ちを切らさず、演技をまとめ、涙を流しながらリンクを降りた。あれは、技術だけではなく、精神力の演技だったと思います。印象的なのは、三浦選手自身が、今まで何回も、本番前の6分間練習で怪我したりもしたけど、今回やっと気持ち的にも強く挑めたと語っていた点です。つまり、辛い経験を重ねたこと自体が、最終的には心の強さにも変わっていった。ここが、本当にすごいところです。第4章、怖さを超えて戻るには、勇気だけでは足りない。怪我からの復帰というと、つい気持ちで乗り越えたと語られがちです。もちろん勇気も必要です。ですが、三浦璃来選手の場合、それだけではありませんでした。病院での検査、肩の状態の見直し、関節周りの筋肉の鍛え方の再構築、トレーニング方法を見直し、自分の体に合う形を探し直していった。その結果として、オリンピック前には人生で今が一番肩が強いと言える状態まで持っていったんです。ここが三浦選手の再起が根性論だけではないことを示しています。現実を直視し、原因を見つめ、方法を変え、体を作り直す。だからこそ、本当に戻ってこられた。第5章。左肩との戦いは、三浦璃来の強さそのものだった。振り返れば、左肩の脱臼と亜脱臼は、三浦璃来選手の競技人生に何度も暗い影を落としました。けれど不思議なのは、その度に彼女が、ただ弱るのではなく、少しずつ強くなっていったことです。痛みを知っているから、怖さも知っている。怖さを知っているから、慎重さも工夫も身につく。そして何より、それでもやるという覚悟が深くなっていく。三浦璃来選手の左肩との戦いは、単なる怪我の記録ではありません。それは、彼女が世界一の選手であり続けるために、どれだけ自分を立て直してきたかを物語る、もう一つの勲章でもあります。次回の予告。今回は、三浦璃来選手を何度も襲った左肩の脱臼、亜脱臼、そして再起までの流れを見てきました。この章を知ると、彼女の笑顔や演技がまた違って見えてきます。ですが、三浦選手がこの苦しい時間を乗り越えられた理由は、怪我への対処だけではありませんでした。次回は、その苦しい時期と並行して続いていたもう一つの挑戦、学業との両立、そして精神的な成長に入ります。結果を求めすぎて苦しくなった時期、木原選手の怪我。その中で、りくちゃんは何を学び、どう立て直したのか。折れない選手になっていく内面の物語です。ぜひ次回もご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップでは、一般公開前の先行視聴や、月1のラッキーカラー占いなどの特典もご用意しています。よかったらメンバーになるから、気軽に覗いてみてください。今日もご覧いただき、ありがとうございました。皆さんの明日が少しでも暖かい一日になりますように。サンサンタイムズでした。戻らなかったのがちょっと不安だった。鍋さんいてくれてよかった。ゆうしくんに肩のさ戻し方習得してる。三浦木原組の得点